皆さんこんばんは。ワイワイニュース山崎です。今日は2019年の7月の30日火曜日ですね。時間がまたしても大幅に遅れまして、現在日本時間の夜10時4分ということで1時間半以上遅れましたね。申し訳ありません。今日のメインテーマですけど、このコメント欄にアップしましたように、昨日の続きですね。日本経済新聞の正体とは何かということですね。日経の日が、飛んじゃってますね。日本経済新聞の正体とは何かという昨日の続きですね。ナンバー2ですね。ということで、今日火曜日の放送を始めたいということで、今日のワイワイニュースライブの通算で2824回目ですね。いつものように一元放送で、ツイキャステレビの媒体で、現時点で映像も音声も順調に配信されているということですね。で、最初のお知らせですけど、昨日のニュースのメインテーマ、安倍晋三自公ファシスト政権の反韓国キャンペーンに加担し、世論誘導のすり替え記事を垂れ流す日経新聞を糾弾するというテーマだったんですね。で、それの YouTube 向けの表紙をこのように作って、いただきました。日経新聞を糾弾すると、すり替え記事、反韓国に世論誘導ということで、このハングル文字の安倍って書いてあるんですね。ですから反安倍なんですよ。反日じゃないんですよ。これを日経新聞っていうのは当然知ってるわけですよね。これ書いたのがソウルの特派員ですから、韓国語は多少喋るんでしょうね。ですからこの全員がですね、この抗議集会に参加した市民が掲げているプラカードに何が書かれているかっていうのは当然知ってるわけですよね。知っててあえて反安倍っていうのを消して反日だというふうに記事を嘘の記事で捏造したという、非常にこれはですね、ほとんど誰も気がつかないようなことですけど、犯罪的ですよこれは。要するに安倍政権が反韓キャンペーンということで、最後の要するにさまざまな謀略によって、衆議院を解散する大義名分を彼は探してたんですけど、ことごとく失敗したんですね。で、最後にすがったのがこの反韓国キャンペーンなんですね。で、それに加担しているということですよね。それで、この放送の現時点での視聴者数ですけど、ツイキャスが371名様、YouTube が1089名ですから、1460名ですね、ということです。そして、明日水曜日ですけど、語学研修の第1期が終わりましたんで、この8月9月は毎週水曜日ですね、各週で、仏日語から英日語放送っていうのをやってたんですけど、これを再開するということで、明日は仏日語放送を久しぶりに再開しますということですね。第2期は10月から始まりますんで、それまでの間は毎週水曜日どちらかの外国語で放送したいということです。そして今週の土曜日、8月の3日午後5時な7時に開催します第22回根っこ勉強会、このテーマはですね、参議院選挙の結果とこれからの展望ということで、いつものようにワイワイニュースライブでライブ中継しますということですね。
5時7時です。で、参加者はいつものように天野元康さん、大津恵子さん、三角忠さん、そして私と4名ですね。そして今日の画像ですけど、今日のメインテーマと関連してますけど、この野原義政候補ということで、現役のですね、沖縄の創価学会員が令和新選組から山口、公明党代表の選挙区、東京選挙区に立候補してガチンコ勝負したということですね。ですから今日のテーマですけど、日経新聞はですね、なぜ公明党創価学会の比例票として3年前の参議院選挙の時よりも100万票も減らしていると、その原因は何だったのかということで、昨日付のですね、日経新聞は記事を書いてるんですよ。でそれを見て笑っちゃったんですけど、一番肝心なこの野原さんの電撃的な立候補、このことが最大の100万票減った最大の理由っていうのは誰が考えても分かるんですよね。そのことをこの記事は一言も言ってないんですね。支持者の高齢化が原因だろうとバカなこと言ってるんですね。だからまあ昨日の韓国の抗議集会の捏造記事にしても、あるいは公明党がなんで100万票も減らしたのかという原因分析の記事にしても、この2つだけで見てもですね、日経新聞とは一体何なのかと、その正体がもうバレバレになったんですね。で日経新聞っていうのはまあ一般的な評価としては経済とか金融の専門性の高い高級紙というふうに言われてるんですね。ですからまあ読売とか産経とか、あるいは朝日とか毎日とか東京新聞とか、いわゆる一般大衆の一般紙とは別格で経済金融の専門高級紙だということで、別格なんですね。でも一見そのような高級紙の体裁をとってますけど、その正体っていうのはこの程度なんですよ。要するに日本経済新聞っていうのは政権与党自民党から公明党の守護神、それから日本支配階級の守護神。日本支配階級とは何かというと霞が関の国家官僚ですよね。そして日銀、そして経団連大企業で、3つ目の日本における支配階級っていうのは米国の支配階級と。日本は戦後ずっと米国の植民地で、ずっと来たんですね。ですから日本経済新聞っていうのはこの3つの日本を支配する階級勢力を最後はね守る守護神と。でそのためには何でもやると。この3つの支配勢力支配階級に不都合なことは一切スルーすると。そして、嘘の情報で、改ざんして、世論誘導するという、まあ、民間のですね CIA、 民間の CIA でしょうね、日本経済新聞っていうのは。そういうのが今日のメインテーマの結論でしたね。たった2つの記事でおかしいんじゃないということから始まって、こういう結論が出ちゃったんですね笑っちゃうよね。ということで、今日のこの野原さんが創価学会の本部ですね、本部の大聖堂の前で、演説していると。このことが
100万票減らした最大の原因でしょう。このことを一番最大の原因の一番大事なことを日経新聞っていうのはスルーするんですね。ろくでもない新聞ですよ、日経新聞なんていうのは。から2つ目が、日韓のいわゆる、関係が緊張しているということで、不買運動が大規模に拡大してるんですね。今までの不買運動よりもより広範で持続性が長いということで、これ読売新聞の記事なんですけど、そこに載ってたこういう、現時点での日本製品の売上減少率というのがあるんですね。ちょっとこれ分かりにくいかと思うんですけど、ビールが減少 48%からラーメンが 33% と、日本製で、韓国のコンビニとかスーパーで売られてるもんですよね。それから化粧品 21% と、それから日本への旅行 55% 減っちゃってるということですね。これは安倍が仕掛けたいわゆる半導体とか iPhone とかですね、スマートフォン等々の生産に欠かすことのできない3つの素材を選択してわざと打撃を与えるために、包括的な、輸入承認ではなくて個別に輸出承認を個別にしろということで、事実上の禁輸出禁止にしたんですね。そのことに起こった韓国の国民市民が不買運動を始めたということで、すでにこれほどの影響が出てるということですね。これはたかだかでしょ、7月のこの3素材の輸出事実上の禁止を出したのが7月の8日ぐらいでしょ。これでこのぐらいのものすごいですよこれで。特にあれですよね、韓国から毎年、日本に旅行に来る人たちは750万人ぐらいいるんですね。で日本からは250万人ぐらいが韓国に行くと。で往復する韓国と日本の旅行者っていうのは両国で毎年1000万人ぐらいがいるんですね。そのうち 75% の750万人が韓国から日本に来る旅行客ということで、彼らはおそらく飛行機代とかお土産とか宿泊代等々で5万1人当て5万とか10万円ぐらい使うんじゃないですかね。そうすると750万人に、が10万円1人使うとすると7500億円、ぐらいですよね。だからこの旅行をボイコットしようという運動が広がれば広がるほどですね、今まで韓国からの観光客で潤ってた地域のホテルとかレストランとかお土産物屋さんが大打撃を受けるだろうということですよね。だから完全に、今は国際二国間の関係っていうのは相互依存ですから、一方的に相手に打撃を与えるというふうに、浅はかに思っててもですね、その打撃が返ってくるということですよね。ということで何でしたっけ。そうか。今日の画像ですね。
じゃあこれまでのさくらんぼさんコンティニューコインが2枚ですね。自立コミュレンさんコンティニューコイン、日経新聞も TOP は買収されて、売国に、加担しているのでしょうねと。そうですよ。日経新聞っていうのはまさに典型ですよね。3つの日本を支配する階級勢力を最後まで守り抜くんだという位置づけをしてる媒体ですよね。で、日経新聞っていうのはジャパンハンドラーズの CSIS と定期的に、シンポジウムを開催してるんですね、日本で。戦略国際問題研究所という、ネオコンの拠点ですよね。年間250億円の予算を持って250人が常駐してさまざまな特にジャパンハンドラーズとして日本にさまざまな提言をしてきたというところと、日経新聞というのは包括的に提携してるんですよね。から砂月金さん、日本経団連機関紙ですね。砂月金さんコンティニューコイン2枚ですね。砂月金さん、今日のメインテーマですね。日経新聞、日が抜けてました。何かということですね。初耳さんはいつもたくさんのコンティニューコインありがとうございます。1、2、3、4、5、6枚ですね。で、7枚が今日のメインテーマです。日経新聞の正体とは何かと。ナンバー2ですね。それから、アキさん、コンティニューコインですね。それから、これがちょっとよく読めないですね。小李白さんというのかな、A李白さんかな、悪質な記事ということですね。キャス君アイス配信ありがとうございます。石森さん、山崎康子ワイワイニュースライブ配信スタートしました。 K さん拍手と、石森さんお茶配信ありがとうございます。からこの放送の前ですね、砂月金さん、マスコミの無視にもかかわらずせっかく好スタートを切ったのに芹沢鴨みたいな維新とつながろうとする連中まで抱え込んだらケチがつくと思いますと。これは国民民主のことなんですかね。早くもごたごたで国民民主令和新選組との合流、そうか、新選組のことですね。新選組も変なやつ入れると足引っ張られるよということですよね。から砂月金さん、次期衆議院選挙、共闘ないと野党は壊滅と、令和は躍進と、令和が比例で、5議席獲得かと、参議院結果を衆議院で試算ということで、アシュラ、これはあれじゃないですか。毎日、週刊毎日かな、サンデー毎日か、サンデー毎日なんか載ってましたね。から砂月金さん、フリーランスを排除と権力の広報と化した大本営発表を続ける記者クラブということですね。砂月金さん、社説日韓対立観光に影響と、冷静さ、これですよね。沖縄タイムズ、沖縄がなんかかなりの打撃でしょうね。ということです。それから砂月金さんから初めて、視聴される方とご覧の方へと、山崎氏のキャスは一言一行コメントが集団嵐行為があってから禁止と、このキャスの目的は情報の拡散共有にご賛同ならツイッター連携で拡散共有をお願いしますということですね。はい。ということで、今までのところをアップしますね。
マイナス4。惜しいな。キャンペーンに加担し、じゃあ途中で切りますね。これから現時点での視聴者数、それから明日の水曜日、普通日語放送を久しぶりに再開しますということですね。それから今週木曜日、土曜日、8月の3日午後5時7時に第22回根っこ勉強会をしますと。そしてライブ中継しますんで、ぜひ視聴してくださいというご案内ですね。で、日時テーマは参議院選挙の結果とこれからの展望ということですね。参加が天野さん、大津さん、三角さん、私といつもの4人です。そして、ライブ中継しますんで、このワイワイニュースライブのURL ですね。そして今日の画像です。野原義正候補、令和、やるべきことはやったと、先生、池田名誉会長の耳に届けと一生懸命、頑張りましたということで、後ろは学会制度という、これは田中隆作さんの記事からの天才ですね。池田大作さんがまだ療養中だということで、野原さんは演説の声が届くんじゃないかということで、声を張り上げて演説したということらしいですね。でもおそらく池田大作さんはもう亡くなっていると私は思いますけどね。韓国におけるそうですね、日本製品の減少率ですね。ということです。次に今日の注目情報ですね。これなかなかいいあれですね。BBC ドキュメンタリー、日本の秘められた恥で世界にさらされた日本社会の構造的な恥と、変えるも変えないも私たち一人一人の日々の行動と選択にかかってますということで、橋本直子さんというロンドン大学高等研究院難民法イニシアチブリサーチアフィリエイトというロンドン在住の方ですね。これハフィントンポストの7月の5日付の記事なんですね。これは何かというと、要するに、伊藤詩織さんのレイプ事件、によってですね、彼女が告発したために今まで、知られてなかった日本の恥部がですね、公になったと。それを BBC がドキュメンタリーで、流したんですね。これがこの橋本直子さんという方がブログで書いてる内容です。それはハフィントンポスト日本版で、公表されたということですね。URL はこれです。
でこの中で、長い文章なんで全部は読めないんですけど、この BBC のドキュメンタリー、6月28日イギリス時間21時から日本の秘められた恥というドキュメンタリー番組が BBC2 で放映されたと。ちょうどワールドカップの予選試合でイングランドが負けた直後からの放映だったので、お口直しとしてなんとなくチャンネルを回してみたイギリス人もいたようですと。放送が終わり次第、地元の人、友人だけでなく地球の裏側からも私のところにコメントが飛んできたと。日本の現状はこんなにひどいのかと。今まで先進国だと思っていたけど、日本女性がこんなに虐げられているなんて驚愕だと。日本の性犯罪対策がここまでなっていないって本当なのかとなど代表的な反応だったと。世界における反応の一部はツイッターハッシュタグジャパンシークレットシェイムというハッシュタグをたどっていくと見ることができると。でイギリスの友人からの反応は、この番組のきっかけとなった伊藤詩織さんに関する個別事件についてではなく、日本における性犯罪対策や女性蔑視に関してほとんどでしたと。また該当個別事件の刑事訴訟については一定の司法的判断が下り、現在は民事訴訟が継続中との理解ですが、このブログは個別事件についてではなく、日本における性犯罪対策と女性蔑視の一般的問題に絞って、議論したいと。で、番組内 BBC のドキュメンタリー番組の中では、日本の警察官のうち女性は 8% と。日本でレイプ被害を訴えると、通常は複数の男性警官の前で等身大の人形を使ってレイプを再現させると。セカンドレイプですよね。日本の半数程度しか人口がいない英国で、政府が性犯罪被害者に対策にかける国家予算は日本の40倍。日本ではまだ性犯罪被害者支援センターが各都道府県に1カ所以上設置されていないが、世界基準で言えば最低でも全国に635カ所あるべきだと。昨年まで強姦罪、現在は強制性交等罪は強盗罪よりも軽い刑となる可能性があったと。日本ではですね。など日本における性犯罪対策が極めて更新的であることを示す具体的なデータが紹介されたと。最後の点など、まるで日本では女性の尊厳は物よりも軽視されているかのようですということですね。で、最後ですね、彼女のコメントがあるんですね。日本にとって恥の上塗りでしかありませんと。今回の BBC ドキュメンタリーは日本の性犯罪対策が著しく立ち遅れていることだけでなく、もっと根源的で構造的な日本の恥を鋭く指摘し暴露したように思いますと。日本のジャーナリストにはこのような筋骨あるドキュメンタリーを作る能力も記録もないのでしょうかと。日本は外圧がないと自律的に何も変われないのでしょうかと。日本人男性は女性に対する蔑視、差別、抑圧の上にあぐらをかき続けないと自分の立場を守れないのでしょうかと。日本社会は強者におもねり弱者を虐げることが当たり前なのでしょうかと。日本はいつまでもこのような構造的な恥を全世界にさらし続けるのでしょうかと。変えるも考えないも私たち一人一人の日々の行動と選択にかかってますというのが彼女の最後のメッセージですね。ぜひ、お読みください。なかなか秀逸なブログ記事でした。で、今日のメインテーマですね。日経新聞の正体とは何かと。ナンバー2ですね。日経新聞は表向きは経済金融の専門高級紙の体裁をとっているが、その正体は政権与党自民党と公明党創価学会と日本支配階級霞が関官僚、日銀、メガバンク、経団連大企業、
そして米国支配階級を最後まで守る守護神であると。日本経済新聞は政権与党と日本支配階級と米国支配階級にとって不都合なことは全てスルーして、その代わりに嘘の情報で改ざんして世論誘導する民間 CIA だと。これは私の結論なんですね。その第一例ですね。それは私は昨日月曜日7月29日の放送のメインテーマで、7月27日に韓国ソウルで開催された市民による輸出規制強化反対の抗議集会に関して、日本経済新聞が集会参加者が掲げた全てのプラカードにノー安倍とはっきり書かれてにもかかわらず、反日集会だったと嘘の情報に改ざんして、安倍政権による反韓国キャンペーンに加担し世論誘導したことを糾弾したと。これは昨日のメインテーマですよね。で、その第2例が今夜なんですね。日本経済新聞は昨日7月29日付記事、公明比例100万票減りに焦り、支持者高齢化など影響下で、公明党創価学会が今回の参議院選挙の比例で3年前と比べ100万票も減らした原因を分析していると。しかし下記に転載した長い記事を読んでも、本当の原因である一番肝心な点に全く触れていないのは誰が見ても異常であると。それじゃあ本当の原因である一番肝心な点とは一体何なのかとですね。でそれは現役の創価学会員である野原義正氏が令和新選組から山口那津男公明党代表と同じ東京選挙区から立候補して、今の公明党創価学会はおかしいと公然と批判してガチンコ勝負に出たことであると。公明党創価学会が3年前と比べ100万票も減らした最大の原因は野原義正氏の立候補によるガチンコ勝負であったことは誰にも分かることだと。しかし日本経済新聞はこのことを完全にスルーして100万票減った原因を支持者の高齢化のせいにしていると。で野原義正候補は全てのマスコミがスルーする中でゼロからスタートし、たった17日間の選挙運動だけで山口那津男公明党代表の81万5445票に対して21万4438票も取ったんですね。画期的なことですよね。で、野原義正候補の突然の登場が現在の公明党創価学会の姿勢に批判と不満を持っていた多くの学会員と支持者たちの受け皿になったためであり、その結果受け皿になったのであり、その結果100万票減ったなと。日本経済新聞は政権与党として、自民党と20年以上も連立を組んできた公明党創価学会を守るために、公明党創価学会を公然と批判する学会員の登場を決して認めなかったんだということなんですね。で該当記事として公明比例100万票減に焦り、支持者高齢化など影響ということで、この該当記事なんですね。不思議ですよね。これだけ長い文章記事を書いてても一言も言わないんですよ。野原さんが立候補したために、現在の公明党創価学会に不満を持っている人、批判を持っている学会員および支持者が離れちゃったというのは誰が考えても分かりますよね。そのことを一言も触れてないこの分析記事のこの日本経済新聞の記事っていうのは一体何なんだと思いますよね。で関連記事として、田中隆作さんのブロゴスの記事ですね。令和野原候補学会総本部前で池田先生の教えに立ち返れと叫ぶと、これを関連記事として挙げました。とんでもないね。ですから日経新聞っていうのはなんか高級な感じしますよね。経済と金融に特化した
高級専門誌だという一般的なイメージがあるんですけど、実はこういうことなんですよ。民間 CIA ですよ。政権与党自民党と公明党創価学会を守ると、そして日本支配階級である霞が関官僚、日銀、メガバンク、そして経団連大企業を守ると、そして戦後日本を現在まで植民地支配してきた米国支配階級を守ると、この3つの支配勢力を守るために存在する民間 CIA だというのが私の結論です。だから日経新聞を批判する人ってあんまりいないんですよね。なぜならば日経新聞っていうのは経済と金融に特化した高級専門誌だからという全く間違ったイメージを持ってるから批判しないんですよね。実は違うんですよ。実は昨日の記事のでっち上げですよね。反安倍集会なのに反日集会として、嘘の情報で、安倍、政権の意図的な反韓国キャンペーンに加担したんですね。そして今日の新聞、100万票を減らした創価学会公明党の原因は支持者の高齢化だということなんですね。高齢化で100万票も減らすかということでしょうね。高齢化で、減らすとしたらせいぜい10万とか20万とか30万でしょうね。野原さんの電撃的な立候補の登場によってこれまで、もやもやしてたおかしいんじゃないと、今の公明党創価学会の幹部連中は一体何を考えているのかと。もともと創価学会公明党の理念というのは平和であり大衆とともに進むんだという理念があったはずなんですけど、この20年間自民党の雪の下駄の雪かで自民党の政策に最初はイヤイヤするんですけど、最後は必ず自民党に迎合するということの繰り返しですよね。そのことに多くの学会員は不満と批判を持ってたと。でも今まで、そのことを公表もできないし公言もできないということだったんですけど、野原さんが突然登場して、公然と批判し始めたから、今まで批判不満を持ってた人が公然として、反旗を翻したということなんですね。そのことを一切日経新聞のこの分析記事は言及しないっていうのは一体何なんだということですよね。だからこれはもう民間 CIA そのものですよ。不都合な事実は消しちゃうと。その代わりに嘘の情報で改ざんして世論誘導すると。これはもう民間 CIA そのものですよね。というのが今日のメインテーマでした。砂月さん、アップル社のスマホは日中韓米の部品でできていると、対立すれば各国の経済にマイナスという、そうですよね。だから今はもうサプライチェーンが全世界で複雑に入れ込んでんで、そのサプライチェーンを途中で切ろうとしてもその影響が全部に渡るんですよね。だからいわゆる帝国主義列強が市場争奪戦で個別に戦争すると、あるいは第一次世界大戦第二次世界大戦で集団的自衛権の行使ということで連合軍と数十国に分かれて戦争するという時代と完全に変わってですね、全てが有機的に、結びついちゃってるというのが現代社会なんですね。
それを偏狭な韓国潰しに血祭りを上げる安倍晋三のバカがですね、このような3つの、素材を輸出禁止にすると、そして韓国経済をに打撃を与えるという浅はかな考えで始めたものが結局さっき言いましたように、日本製品の不買運動につながって、結局あれですよね、この、液晶パネルとかあるいは半導体とか等々が韓国製品が製造できなければ大量の韓国完成品を輸入している日本というのはじゃあどこから調達するんですかね。ということですね。中さん、319さん、コンティニューコイン、いつも配信ありがとうございます。今日もよろしくお願いしますと。アフターマスターのお茶ですね。優作さんも、本座次郎さんも美化された大作像と。池田大作ですね。だから池田大作が言ってることが正しくて今の公明党創価学会の幹部連中はそれを裏切ってるという人たちがまだ多いんでしょうね。私は創価学会公明党創価学会自体がカルト宗教だというふうに思ってますけどね。天皇教のカルト宗教天皇教の分派ですよね。だからもともとは日本会議とかあるいは神社本庁とか等々と同じ根源は同じでしょ。国家神道カルト宗教だと思いますけどね。キララカットさんコンティニューコイン2枚ですね。ということで今日のメインテーマのポイントだけでもアップします。日経新聞は表向きは経済金融の専門高級紙という体裁をとっているという、その正体はとんでもないと。その正体は政権与党自民党と公明党創価学会日本支配階級霞が関官僚日銀メガバンク経団連大企業と米国支配階級を最後まで守る守護神だということですね。日本経済新聞は政権与党と日本支配階級と米国支配階級にとって不都合なことは全てスルーしてその代わりに嘘の情報で改ざんして世論誘導する民間 CIA であるということですね。だから共同通信時事通信電通そして日経とで NHK とこれはみんな共通でしょうね。その一例で昨日のメインテーマで取り上げましたけど韓国ソウルで行われた日本の輸出規制強化抗議集会において全参加者が掲げてたプラカードには反安倍って書いてあるんだね。でそのことを一切隠して反日集会だという記事にでっち上げてですね世論誘導したというのが日経新聞だと昨日糾弾したわけですよね。今日あれですよメールで質問事項を送りましたよ日経新聞に。
返事はおそらく来ないと思うけど。それで第2の例として、第2の例か、これか。100万尾を減らしたという原因分析の記事があったんですけど、この記事を読むと笑っちゃうんですよね。一番肝心なことがスルーされてると見事ですよね。異常ですよね。誰が考えても100万票減った最大の原因は野原さんの立候補でしょうというのは誰でも分かりますよね。そのことを一切言及してないと。本当の原因である一番肝心な点とは何かと。それは現役の創価学会員である野原義正さんが令和新選組から山口夏夫公明党代表の選挙区、東京選挙区に立候補して公然と現在の公明党創価学会はおかしいという批判を始めたんですね。今の公明党はおかしいと公然と批判してガチンコ勝負に出たと。このことを一切言及しない記事っていうのは何なんだと。だからまあ朝日とか毎日とか読売とか産経もここまで完全にはスルーしないでしょうね。なぜならば日経新聞の読者っていうのはいわゆる会社単位で定期購読してる企業でも朝日とか毎日とか読売とか産経は個人で、定期購読する人が多いんですよね。だから極端にある真実をスルーしちゃって、伝えないとやはりクレームが来るんですよね。でも日経新聞の場合は大企業が会社で取ってる場合が多いからみんな真面目に読まないんですよね。だから最大の原因っていうのは野原義正さんが立候補したガチンコ勝負したからだと誰でも分かるんですよね。で、日経新聞のこの記事は完全にこのことをスルーして、支持層が高齢化したんだと。3年前と高齢化って言ったら3歳年取ってるの、それだけでしょ。だから20年前だったら高齢化の影響が100万まで出るかもしれないけど、たった3年で皆さん3年年取っただけなんですよ。それが急に100万も減らすかっていう嘘だろっていうの一番肝心な点をスルーしてるということですよね。で野原義正候補はマスコミが全部スルーしたんですね。令和新選組に関してマスコミは一切報道しないと。でゼロからスタートしてたった17日間の選挙運動だけで山口の81万445票に対して21万4438票も取っちゃったと。これはすごいことですよ。なんでこのことを日経新聞の記事は書かないのと。いやもう完全に昨日のあれと同じですよね。分かってるけどスルーすると。そして別の情報で、世論誘導すると。高齢化だということですね。だから野原義正さんの候補の突然の登場が現在の公明党創価学会の姿勢に批判と不満を持っていた多くの学会員と支持者たちの受け皿になったと。その結果100万減ったんだと。
普通はそう考えますでしょ。津山純一さんですね。お茶爆10とコンティニューコイン2枚ですね。いつもありがとうございます。自民党も共産党も社民党も団塊の世代だのみと、高齢化というなら全部同じと、そういうことですよね。公明党創価学会の支持者だけが、他の支持者よりも5倍も10倍も高齢化するってことはないんですからね。で、該当記事ですね。ぜひこの該当記事をお読みください。本当長いんですよ。くだらないことを長々と書いてるんですよ。だから長い記事を書くってことは一見専門性が高いなというふうに誤解するんですけど、この日経新聞の記事っていうのは肝心なことをスルーしてるということで装飾してるんですね。だから長いんですよね。そして、関連記事として、田中隆作さんの記事ですね。野原さんの選挙運動を取材した記事です。というのが今日のメインテーマでした。時間が51分40秒、51秒、52秒ですね。現在80名の方、全体で149名様、コメント44件ですね。N 国のうさんくささっていう、本当うさんくさいよね。もう完全に選挙前からこのように動くという密約が安倍とかなんかとあったんでしょうね。から今日のトピックスですね。早くもごたごた国民民主に令和新選組と合流案ということで、日刊現代ですね。フランス国営放送創価学会21世紀のカルトですね。フランスはあれですよ、創価学会っていうのはカルト宗教に分類されてるんですよ。目的は野党共闘分断と、そうでしょうね。これ先ほど砂月金さんもアップしてくれてたんですけど、私の方もダブっちゃいますけど、日刊現代それから野党共闘は秋田モデルに学べと、アリが巨像を倒した共感の力っていうことで、日刊現代、これ横田一さんの記事なんでなかなかいい記事ですよね。それから安倍政権吉本の吉本のズブズブで注目クールジャパン機構の惨状と、日刊現代、これひどいですね。吉本が行う教育事業に100億円の予算つけてるという。だから森掛とか森友学園とか等々と同じ構図でしょうね。そして、安倍は散々利用してるわけですよね。吉本を選挙に、官邸に吉本の芸人を招待して一緒に食事をして、それで、写真を撮ってそれをばらまくと、選挙運動してるんですね。そこまでやるかと。でクールジャパンというプロジェクトがあって、これが大赤字なんですね。192億円の大赤字と。民間だったらとっくに、
会社解散しているということなんですけど、まだ続けてるんですね。そして、訪日韓国人前年比 47.7%、44.7% だけど、さらに冷え込みがあるという産経新聞ですね。そして日本製品不買、これですね、さっきの今日の画像があった日本製品の不買、売上の減少パーセンテージ、読売新聞かな。で、今日の重要情報ですね。安倍首相のワイルド会見がいよいよ本格化と。安倍側近萩生田光一が会見のため衆議院議長交代と民主主義無視の暴論ぶち上げということで、萩生田っていうのはもう意識してやってるんですよ。安倍の本音を彼が代弁して、様子を見るという役割をしてんでしょう。リテラですね。で、これが URL です。ミルキーさん、キャス君アイスが3つですね。ありがとうございます。令和新選組サポートさん、渡辺義美の元政策秘書はしっかりしていたから今の状況なんだろうが、維新しかり小池しかりよく釣られるなと、バカなのと。ミルキーさん、キャスが12345枚になってますね。ありがとうございます。渡辺義美ってまだいたのかという、もう完全に霞んじゃってるよね、彼ね。どうしたんですかね。あれほどなんか大臣まで、金融大臣までやったんですよね。ということで、今日の放送はこれで終わりですね。ということで、たくさんのコメントとたくさんのコンティニューコインとたくさんのギフトですね、いただきましてありがとうございました。ということで、時間が58分50秒ですね。視聴される方が同時期間帯で74名様、全体で164名様、コメントが54件ということで、現在日本時間で23時3分ということで11時3分ですね。ということで、皆さんお疲れ様でした。今日の放送はこれで終わりです。で、明日水曜日は久しぶりに、外国語放送、普通日語放送をしますんで、もしよろしければ合流してくださいということです。ということで、今日の放送終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。ということですね。はい。